葉だけじゃ伝わらないものを一番伝えたいのはなぜ靴底を振り減らして裸足でも止まれないのはなぜカバンの中に星空嵐の夜もそこにあるそろそろ旅に出ろローバーに咲く花よ花よゴロゴロ泥だらけ胸を焦がす夜明け夜明けそろそろ走り出せ壊れるまで遊べ遊べ踊ろうよ泥だらけ胸を焦がす夜明け夜明け用意は人の思いと異界の力によって形を成すと思われてきました。しかし誰も生まれる姿を見たことはなかった。それがたった今あの用意が生まれた。アトルが作っちまったっていうのか。おい兄弟、山津波、こんなところに山なんてあるか。オーマ聞けこっちを見ろ見てくれどこにも行かせねえ行かせねえぞ大丈夫ですか。落ち着け兄弟。みんなお前たちのせいだろうがだったらどうすればよかったと言うんだ。カエルの用意をあのままにしておけば異界が開いた。不審は振り出しで多くの民が迷惑する。正しい答えなど知るかそんなもので人の心を測るなアトルは俺が連れ戻す。アトル、クモッシー、あそこまで飛べるか。はい、どこへだって行きますよ、雪安さんとなら。よし。待てよオーマは俺が助けるジジイは引っ込んでろなんでそんなにムキになる。なんでって決まってんだろ俺はオーマが確かに気づいたらもうこんな年だ。しかしだからこそできることもある。くそこれでインバルマ・ホリガリ不信は平千代丸なるまじないし、ここまで見越していたということか。では平千代丸とは西野。なんてでかさだ。アトル、やっぱりお前はすごいな。だがなんとかこいつを消しちゃくれねえか。すまなかった。俺は約束を守れなかった。他作をその仲間たちを死なせちまった。だけどな、こいつが暴れたら不審場の他の妊婦たちもこの辺りの百姓たちもみんな。わからない。わからないってことはねえだろう。お前は優しい子だ。どうして私がわからなければならない。分かってくれ。
それがこの世だ。人は一人で生きているわけじゃない。たくさんの人がみんな生きていて。なら私は異界に行く。あそこならこんなことに思い悩むことはない。分かろうとして分かってやろうとして、それでもこんなに苦しいなどということはない。どうしたクシ？雪安さん、ここから離れないと。こいつはいけない。まただ、こんなものが。俺が用意になっちまうかと案じているのか？こいつは違います。とにかく今は。後で。これがケツアルコアトルを呼び出した偉人の娘か。素晴らしい霊力だ。大丈夫ですか、雪安さん。あいつら確か七夕の時に西の者とか呼んでいたな。だがなぜ江戸源がいる？味方なのか？怪しの者ども、よく聞け。聞くの根性教えろ。西の者とは何だ？前にも言っただろう。そんなものは存在しない。そうは見えんがな。亡霊か。そうしておきたいのだな、江戸の幕府は。我らは幕府を廃し、この世を神代に戻さんとする者なり。神の世？怪しよ、今より起きることを見よ。そして我らに従え。ニューや。あの踊りは才蔵さんの。やめろ！フォーマに当たる！あのバカ！おい、こいつらの敵なら仮面の奴らは味方だろう。さて、そう簡単ならいいんだが。水野様が老中を辞めさせられるなんてことあるんですか？安倍様や土井様も水野様がしくじるのを待たれているのだ。印旛沼掘割不審、あるいはもっと別のしくじりを。そうなれば小笠原様はもっと偉くお取り立てになられるんですよね。偉くなるためにこの役に就いたわけではない。存じてます。蘭学を世に認めさせるためだということは。それも蘭学で人を救うため。将軍様も水野様もみんなこの上のお城にいらっしゃるんですよね。奇妙な。あれが才蔵の舞と同じならば用意を鎮めるもののはずでは。神話によれば雨の渦目の御事は二度待っておる。一度はアマテラスの怒りを鎮めるため、そして今一度は天孫降臨の時。天津神がこの地を治めるために降り立った。神々の先方が雨の渦目、国須神はその舞によって道を譲らされた。つまり戦を導く舞。ようよたけらせる舞。
の神よ、その本来の役儀を果たせ。何をするつもりだ。容疑に加えるぞ。あれが用意の真の姿。我らは神の血を引いている。認めるしかないみたいですね。あいつはもう用意じゃない。人と一つになった用意は今までにもいた。それはみんな獣のように暴れるだけだった。だがあいつは違います。人が用意を動かしている。どうします？倒すさ。そのために来たんだ。それにアトルを。おい見ろ。大丈夫か？ごめん。ここはもういっぱいだ。まあ固いことを言うな。南町奉行。一体どうなっている？あの用意は。わからぬか。あれが用意の真の姿よ。何？あれはな、神の置き土産だ。神？この地は神から見れば汚れておる。そのため神は特別の鎧に身を包んで降りてこられた。それが用意。あの化け物が神様の鎧だって。そうだ。だがなぜそれがこの地に多く残された？神はすでに負わさぬからだ。八百万の神がこの世に降りられたという。だが神はどこに負わす？いない。そういないのだ。神はとっくに変えられている。異界に。異界？異界は神の世なのか？神は帰り、そして鎧は捨てられた。それが用意だ。用意は神に似た人の思いによって半端に目覚める。それが用意が暴れるということの意味か。だがそれをどうして小笠原さんに話さなかった？あの仮面の連中だ。あいつらのことを隠しておきたかったんじゃ。用意は鎧だと言ったな。神のための。だが奴は用意をまとうことができた。なぜだ？もう答えは出ているじゃありませんか。江戸源？用意は神にしかまとえぬ鎧だ。ならまとえるものは神だ。違う。この国には神の天孫の末裔だという血筋があります。今日におわすという天使様だ。天皇？御南朝って聞いたことはありますか？かつて天皇家は北朝と南朝に分かれて争った。ああ、やがて北朝と南朝は合一なったが、それを不満とする南朝側は独自に血統を保とうとした。これが御南朝だ。しかしそれも50年足らずで滅ぼされた。聞いたことがある。実は南朝は滅びず山の中に潜んだと。花井、喋りすぎだ。もう綾氏の力を借りるしかない。あれはその御南朝の末裔なのか？消滅したはずの帝の血統。奴らはそう名乗っている。目的は幕府を倒すこと。西の者は天津神の血によって用意をまとうことができる。それで用意を先に支配しようと。鳥居の手の者か？我らの存在に気づき、それを食い止めんとした。
だが無駄だったな。我らは用意を鎧とする術を完全に手にした。こんなことを表沙汰にすれば世にいらぬ混乱が生じる。故に鳥居様はあくまでも密かに動いておられたのだ。違うな。我らの素性を知れば正義が我らにあることが明らかになるからだ。私は神官です。神に従う。西の者は用意を鎧とした。認めるよりない。アトルはどうなる？用意を目覚めさせる力を持っていますから。この世は神のものではない。わかるか、竜道行安。我らはずっとあやつらから江戸を、幕府を守ってきたのだ。全てを明かした以上、お前たちも待せ。遊べを鎧にするというのか。私にもできるはずですよ。私は異界に呼ばれてこの子たちを産む力をもらった。何のためかやっと分かりましたよ。バカな。私は神になったんだ。あいつらじゃない。だから用意を鎧に。やめろ。私は神だ。そうじゃなきゃ、そうじゃなきゃ。人間が神の真似なぞ。だったらなんで私はこんな。さあ、西の方々のもとへ。江戸県。そこの馬も。雲七。分かっているんですよ。あれも首と呼ばれる強力な竜の一匹だ。ケツァルコアトリや白と同じく首。この辺りには島と見まごうほどの巨大な赤いの伝説があるそうです。異国ではあの用意をリビアタンとか言うそうですよ。俺が奴を食えばいいんだろう。そんなことをしたらあんたは今度こそ用意になっちまう。だから嫌なんですアッシャー。だがそれしかあるまい。鳥居さん、あんたもしや最初から。あれが神の鎧だというなら、なんでそんなものをこの世に残した？気に入らねえんだ。じじい。いや、雪圧。今度はなんだ？オーマを頼む。何言ってる。俺じゃないだろう。それは。俺はあいつに何も与えてやれない。悔しいがな。雪圧、できるのはお前だけだ。行くぜ、雲七。首といえども用意、神の鎧。お前のように用意の力に振り回されているだけでは勝てぬ。思い通りじゃ。我らは皆五南町の末裔。歴史から消された帝の血を引いている。なら俺は憎む。異界とやらから来て俺たちを惑わせる神よ。雪圧。なぜだ。用意は私たちの鎧だ。私たちはディオビー。
次の形になるか。雪圧、お前雪圧なのか。どうやら竜から人に戻り損ねたらしい。江戸玄罰、時は来た。さあこれを使え。かつて8本の首を持つ竜の体内から出てきた剣よ。神の剣、それは人を断つ剣にあらず、ただ竜の身を断つ。まさか村雲を呼ぶ剣、ここにあるはずがない。熱田の神宮にあるはずだ。かつて御南朝が金利からこれを奪おうとしたことを知らぬか。その時本物とすり替えていたとしたら。ありえぬ、ありえぬことだ。うわっ、雪圧さん、雪圧さん。窓の外の空を見たら雲がハートの形に見えたよ。息を大きく吸い込めば心が大きくなった気がするね。愛とは何かなんてこの年じゃわかるわけないけど、いつの日かわかる時が来るのかな。だから見える木の枝も葉も毎日毎日伸びているよ。これからも伸びてくよね。こんな時にはこんな歌が似合う。自分の今思う気持ちを口ずさめ。愛しているという素敵に響く言葉が未来にいる自分をきっと今の何倍も大きく優しくさせてくれるのかもしれない。人は物語なしには生きてはいけない。神という物語、王という物語、それもまた人の物語。幕愛、人は怪し。